こんにちは、カンナです。今日はカナダのリアルな物価と家探し事情についてご紹介します。カナダ渡航前に一番心配するのがやっぱり生活費じゃないですか。なのでカナダへの留学やワーホリを考えている人に届けと思ってこの動画を作ってます。早速なんですけど、まずスーパーから。前回の動画で近くのアジア系スーパーに行ったらどえらい高かったって話をしたんですけど、その後ちょっと比較的安めの大型スーパーを教えてもらったのでこちらに来てみました。ざっと見渡した感じ、パンがめちゃくちゃ多い。ほんでめちゃくちゃ大きいけど値段そんなに高くなくてやっぱ安めですね。でお肉なんですけどちゃんと切られてるやつもいっぱいありました。ただなんか意外だったのが鶏肉がちょっと高くて豚肉の方が安かったんですよね。ひとまず3割引きになってるやつを買います。野菜は物によって日本より高いものもあれば安いものもあるかなっていう感じです。見慣れないものもちょこちょこありますね。見てこの白菜、1玉 1.5 ドル、めっちゃ安い。この辺りはあんまり見慣れないものたちシリーズ、何に使ったらいいんやろうね。なんかそういうのも開拓していきたい。トマトは日本でも結構高いのでそれと比べると、同じぐらいかちょっと安いかなって感じで、量を考えるとこれで3ドルっていうのはちょっと安いかなと思ったのでサラダ用に買うことにしました。ほんで次大事な米です。米ゾーン見たらほとんどは日本の米じゃなくてタイ米とか、どこの国か分からへんけど細長い感じの米が多かったです。でこの石化って書いてるやつと上にあったやつ2種類だけ日本の米でした。カリフォルニア米とは書いてるんですけどなんか日本の米っぽかったのでこれを買うことにしました。石化の方がコスパは良かったんですけど1ヶ月後に引っ越しもあるのでこっちを買うことにしました。実際に買ったものを紹介していきます。サニーレタスじゃないけどグリーンリーフ、ズッキーニね、ブロッコリー、鶏肉、日本より安いトマト、卵ね、これ12個。ご飯作るには必須の油ね、多分油じゃないこれ、分からんけど。シャンプーリンスで、これ昨日着ない食食べながら汚した服をちょっとね漂白しようと買いました。まだまだね揃ってないものがいっぱいあるので第2陣行きます。次はダララマっていうダイソーみたいな雑貨店に行ってきました。タオル2枚セット、スポンジ2つ、ティッシュ1箱、これジッパーなんかな、なんかシールって書いてるから何か分からんけど、ハンドソープね、でゴミ袋、ボディソープでトイレットペーパーてな感じ。あとね、サラダとかまとめてもうここに入れて毎日それでちまちま食べようかなと思ってこういうやつ買いました。タッパーでお風呂セット入れる顔ね。でなんかね掃除用具が一切なくて床がどんどんほこり溜まっていくとのことなのでこれを買いました。めっちゃ買ってるけど食料がまだ少ない気がする。これまだもうちょっと野菜とかなんか他のやつ買わないとどうせまた買い物に行くことになりそうやからもう一回行ってこようかなと思います。よいしょ。パスタ、バジルソース、ジェノベーゼソースが本当は美味しかったけど見当たらなかった。でなんかマッシュルーム缶、これ1ドルぐらいで安くセールされてたからサラダに入れようと思って買った。でなんかサラダ用のソース、このギリシャソースっていうのが美味しそうなので買ってみました。で例のフライト中に汚した服なんですけどさっき買ったこのシミ抜きで取ってみます。結構ねちゃんと取れたのでカナダでシミ抜きしなあかんみたいなシチュエーションにもし陥った場合はこれ使ってみてください。ちょっとあまりにも限定的すぎる状況なんですけど
てな感じで初めてのスーパーでのお買い物が終わりました。思ってたより食料品はそんなになんかめちゃくちゃ高いとかではなかったので、なんとか生きていけるなって安心しました。もう一つ発見だったのが、スーパーにお酒が置いてないんですよ。なんかビール置いてあると思ったら全部ノンアルビールで聞いたらカナダではスーパーでお酒を売ってはいけないっていうことになってるらしくって、なのでちゃんと酒屋さんに行かないと買えないらしいです。それも年齢確認が必要ってことなので、なんかアルコールに対して結構厳しいなっていう印象を受けました。まだ実際酒屋さんには行ってないんですけど、外のお店でアルコールを頼もうとしたら身分証の提示を求められたので、だから常に身分証を持ち歩いておかないといけないっていう感じです。はい、次は家賃の話をします。カナダはとにかく家賃が高いって話を事前に聞いてました。で、シェアハウスに住むっていうのが基本というか、別に基本じゃないけど、普通に賃貸も住めるけどめちゃくちゃ高いっていう感じなので、シェアハウスに住む留学生が大半だっていう風に聞いてました。この日は1軒目の内見に行く日なんですけど、前日にいろんなサイトで物件を見て、そこで一つ気になるお部屋があったので、すぐに内見に行くことにしました。今回私のお部屋探しの条件はこんな感じでした。夫と2人で入居ができること、家具家電付き、個室内に仕事用のデスクとチェアがあること、共有スペースにも仕事できそうなスペースがあること、学校まで片道40分以内で行けること、賃料が$1500から$1800であること。2人とも在宅で仕事をするので、なるべくストレスなく仕事ができるような環境が欲しかったんですけど、これに合致する物件がなかなかなくて、なので賃料の優先度を下げて検討してました。シェアハウスの家賃相場は1人だいたい10万円前後なので、20万円までなら許容できるかって感じです。シェアハウスのくせに東京の都心のマンションに住んでた時より高くなるので、割とうげげーって感じではありますが、あと私が使ってみたプラットフォームは JP カナダ、クレイグズリスト、ルーミーズ、Facebook グループの4つでした。 JP カナダっていうのが日本人向けのカナダ情報サイトだから、日本語でググるとそれが最初に出てくるんですけど、 UI 微妙、検索機能いけてないって感じで、調べるのにやたらに時間かかるんですよね。日本語でやり取りできるのは助かるし、聞いたところ日本人のオーナーか居住者がいるっていうことが大半なので、内見の時も日本語でやり取りできる可能性が高いらしくて、その点はいいなと思います。クレイグズリストは検索機能がいけてたので使いやすかったんですが、ルーミーズは件数が少なくて金額帯も高めに設定されているように感じました。結局一番良かったのは Facebook グループでしたね。家を貸したい人と借りたい人が参加するグループがいくつかあるんですけど、その中でこういう条件で部屋探してますって投稿したら、数時間の間に20件以上連絡が来て、今まで他のサイトでああでもないこうでもないって言いながら探してた時間マジで無駄やったなって思いました。条件から外れた物件の提案ももちろんあるのはあるんですけど、基本的には近しい物件の提案ばっかりなので、絞り込む必要があんまりなかったのが助かりました。一人用の部屋を探してるとかだったら JP カナダでもいっぱいあるんで十分なんですけど、私みたいにちょっと厳しめな条件を設定している人であれば、探してますって自分で言っちゃう方が断然早そうかなと思います。てな感じで一件ものすごく気になる物件を見つけたので、翌日すぐに内見が決まったというわけです。この後の内見に備えてちょっとだけ準備をしていきます。今いるのはバンクーバー公立図書館です。初めて来たんですけど、勉強とか仕事するスペースいっぱいあるし、電源もあるし、めちゃくちゃ良さそうでした。時は飛び、内見が終わりました。結論めちゃくちゃ良かったです。他に提案もらってた物件と比べて価格帯の割に条件がとても良かったので、詐欺ではないかと常に疑いの目を向けてたんですけど、今の居住者さんも普通にいてちょっと安心しました。私の次にも内見の人が来てて、早く決めないとすぐに他の人に取られるなと思ったので、夫に一報だけ入れて契約進めたい旨に伝えました。予算は1万円ぐらいオーバーして、冷静に考えたらヒエーって感じの金額なんですけど、学校まで徒歩で行ける距離なので電車通学をしなくていいのがもう最高すぎて、他の物件は 1,2 万円安いけどまあまあ遠いみたいな物件ばっかりだったので、交通費と通学時間なくせることを考えたら全然ありなのではって思ってしまったよね。中心部なので周りに何でもあるし、最大限バンクーバー生活を楽しむために無駄を作らないという意味でも値は張るけど、ここに決めました。
大半の人は他の候補も見ておきたいなと思って1軒目で決めることあんまりないかもなんですけど、チャンスの神様は前髪しかないっていうし、これと思ったら即決しちゃいます。関係ないけど、マッチングアプリ得意だったのもそういう迷いのない性格と妥協できる条件とできない条件が明確だったところから来てたんやなとか思いました。というわけで、バンクーバーの物価についてちょっとでもイメージができたと思ってくださってたら嬉しいです。家探しもっと時間かかると思ったけど、ちゃんと吟味した上で納得できる物件にだけ内見に進んだら、たったの2日で決まったことに自分でも驚いてます。これからもフリーランスとして働く私のカナダ留学のリアルをお伝えしていくので、面白かったよという人はぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。高評価、コメントもとっても励みになります。次回はフリーランスとして仕事しながら語学学校に通ったら想像以上に大変だったというお話です。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。